今日は2026年1月7日、寒さの中の埼玉県八潮です。そう、今日はお待ちかね、秋月電子の福箱販売です。例年は1万円でしたが、今年は5000円ということで、期待と不安が入り混じる中で向かっています。果たして今年はどんな中身なのか。9時40分頃に店舗に到着。すでに70人くらいが並んでいました。10時半の販売開始を約130人と共に迎え、私も無事にゲット。早速持ち帰って開封していきましょう。無線 LAN アンテナ。いやー、今年もあったね。確か去年の福箱にも入っていた 2.4GHz 向けの指向性アンテナです。Android オープンアクセサリーキット。Android に USB 接続のアクセサリーを接続できる AOA プロトコル対応機器を開発するためのキットです。今回初めて知ったのですが、 AOA は Android スマホが USB デバイスになって、アクセサリー側が USB ホストになるんですね。特定省電力無線ユニット AKU67 420MHz 帯を利用する特定省電力の無線ユニットです。シリアル通信を省電力で送受信できるようです。特定省電力というと通信の制約がいろいろあって使いづらそうなイメージなのですが、どうなんでしょう。資料が CDR 配布というのも時代を感じますね。 DC-DC コンバーター。コンセントを直流にして 5V を取り出す感じでしょうか。電卓。いかにも電卓という感じの電卓です。感圧センサー用デモボード。細かい情報は分かりませんが、横スライドや圧力を検出できる感圧センサーボードです。プラナット。プラナットが袋いっぱい。ボリューム B1K。 見たまんま可変ボリュームです。 B 曲線の 1kΩ です。整流用ダイオード。多分2素子が入っている整流用ダイオードです。ピカクス28スターターキット。ピックベースの教育向けマイコン開発環境ですね。ベーシックやブロックプログラミングでマイコンが制御できます。いちごラテ。 JavaScript 風言語でプログラムが書けるマイコンボードです。 5GHz 無線部品取り。 5GHz 対応無線 LAN アクセスポイントですが、対応する電波帯が古いので本当に部品取り用です。ピクニックトランシーバーキット。イーサネット経由で GPIO やサーボモーターの制御ができるキットなのですが、これとは別にピクニックというイーサネットインターフェース基板が必要でした。蛍光灯安定器。蛍光灯自体がレアになりつつある中、なんと安定器単体です。イーサネットボード W5200。イーサネット通信を SPI 経由で実現する通信チップ W5200 のモジュール基板です。これは気になりますね。HiFi1 リスク5マイコンのご先祖様。 Wi-Fi 通信も可能な Arduino 形状マイコンボードです。公式で提供する開発環境を利用して開発するようです。エンベッド NXP LPC11U24。エンベッドなくなっちゃったね。エンベッドは ARM が展開していたオンライン対応のプロトタイピングプログラミング環境でした。フィリップスセミコンダクターズリール。フィリップスのリール、何かと思ったらトランジスタがいっぱい。パラレル接続デジタルオシロスコープ。オシロスコープですよ、オシロスコープ。パラレル接続か。お楽しみ袋。そしていつものお楽しみ袋。この動画では合計額を52,175円と算出しました。こ
購入額5000円なので4万円以上お得。今年の福箱はなんというか分かりやすい掘り出し物はありませんでしたね。とはいえ秋月電子ならではのごちゃごちゃ感の詰まった楽しい福箱ではあったと思います。私と同じく買いに行かれた方、中身はどうでしたか？何か面白い商品などあったらぜひ教えてくださいね。このチャンネルでは今年もたくさんの楽しいものを追いかけていきたいと思います。ぜひ高評価、チャンネル登録、Twitter のフォローをお願いします。では次の動画でお会いしましょう。またね。